皆さんこんにちは。さあ今ですね、今私はカンボジアにいるんですけれども、アンコールワットにね行こうかなと思っています。で昨日はねサソリ座新月だったんですね。でそれで今日はちょっと素敵なところに一応泊まりまして、5つ星の結構いいホテルですね。60平米でバスタブとねバルコニーがあって、結構いいホテルかなって感じです。それでね、昨日の11月1日で私なんとですね、旅を始めて、東京アラフィフ女一人旅を始めて、なんと1年が経ちました。すごいね。2023年のさ、10月31日までだったんでね、マンションが私の住んでたところが、そこ退去して、11月1日からまず最初に熊本県行ったわけですよ。で、その後出しますけどね、実はね、高千穂に行きました。高千穂に行きたいからために熊本に実は行ったんだけどね。あと熊本は説明してますけど、竜のへその緒でね、世界の中心の場所なんですね。地球の中心なんですよ、実はね。っていうのもあってね、最初熊本県、いろんな理由が他にもあるんですけどもね、行きまして、そこから最初日本3ヶ月。そしてね、すべてこれ初めてなんだけど、マレーシアも初めて行って、いきなり3ヶ月でしょ。で、タイも初めて行って2ヶ月行って、で、ベトナム初めて行って4ヶ月半もいまして、で今カンボジアって感じで、すべて初めてなんですよ。私東南アジアはシンガポール2回とバリが2回しかないので、だけどこの1年間私を振り返ってみるとね、いいんじゃないかと思います。で、何がいいかっていうとね、特に円安ですし、物価がっていうのはあると思うんですけど、東南アジアの場所によってはね、本当に安いんですね。で、まだね、全部出してないです。全然情報ほとんど出してないですね。1年分の動画があるので。もういち早い情報とか、もうこの1年分のあらゆる情報とかね、もう裏の話とか、もう全ての現地のリアルな生活とか物価とかは全部オンラインサロンに全てね、もうタイムリーというか、もう質問していただければ全てお答えしてますのでね、もうそこで全部回答してますけれども、もう本当にね、例えばね、ダナンなんてね、そのうち出てくるけど、最高に安いのがね、1泊600円とかあります。600円、700円。三つ星ホテルで何の問題もない、ドミトリーでもないホテルですよ。で、潔癖症の私でも問題ないぐらいのホテルがあるんですね。私2人分払ってますので、1人旅なのでね、それでも1200円とか1400円とかそんなレベルなんですよ。つうのもあったりしますし、本当ね、全然生活的にですね。で、私ほら、結局本当はさ、春になったら日本に1回帰って、日本で秋ぐらいまで過ごそうと思ってたんですけど、ちょっといろいろね、私もちょっと霊感と直感で察知して、帰るのやめようってことにして、だから荷物も取りに来てないですし、いろいろね、もうしょうがないからこのさ、最初に持ってったさ、スーツケース2個でさ、生きてるわけですよ、この1年間。で、結構取りに行きたいものとかあったけど、行くのもめんどくさいし、送ってもらうのもそれなりの送料かかりますし、でさ、結局この1年間ね、スーツケース大きい L サイズと S サイズ2個だけで生活をしてみて、本当にね、何にも問題がないことが分かりました。全然余裕。むしろね、私、すごい断捨離したんですよ、出発前にね。でさ、トランクルーム2.2畳分を東京に借りてますけど、そこに全ての荷物をほとんど詰め込んでるんですけど、他にもちょっとあるんだけどね。それね、いらなかったかなっていう。4分の3はいらなかったかなと思います。だからあの時にかなり私は相当断捨離をしたつもりだったんですけど、でもあれもいらなかったな、これもいらなかったなってものがほとんどでして、で、それをわざわざ取りに行くほどか、欲しいけど、わざわざね、取りに行ったりとか、わざわざ送ってもらうほどかっつうと、そこまでかなっていうのがあったり、だってどこの地域でも皆さん生活してるから、それなりに物はあるわけですよ。変な話、ベトナムで日本の薬とか売ってるしね。変な話ね、結構東南アジア、特に日本のデパートとか進出してるじゃないですか。高島屋とかさ、伊勢丹とか、普通に東南アジアにあったりするから、それなりに買えちゃうんですよ。値段は違うと言ってもね、輸入してるから。でもさ、その値段をさ、じゃあ日本から送ったら変わらないっていうか、もっと高くなっちゃったりもしますし、なんかね、意外といけちゃうんですよ、全然。で、必要なものはなんやかんやとなんとかなるし、工夫もしますし、全然問題ない。で、ホテル生活の何がいいかっていうとね、本当私ね、もうね、家持つのめんどくさいなって思ってるのが、まずね、私掃除をしたくない。掃除したくない。だってさ、ホテルのいいところっていうのがさ、まずさ、電気代とか、光熱費とかね、水道代とか Wi-Fi 代とか全て込みなわけですよ。しかもさ、スタッフがいてさ、24時間対応してくれるじゃん、なんかあったらさ。でさ、何か不備があったらすぐ言えばいいし、あと掃除も毎日してくれるでしょ。ホテルによっては毎日じゃないところもあるかもしれないですけども、基本さ毎日やってくれると思うんですよ。お金払ってんだし。だからさ、連泊の時とか、私はめんどくさいと、今日はいいよとか言っちゃう時もあるんですけど、そういう時でもさ、連泊の時でも、例えば何時から何時の間に掃除しといて、私その間ランチ行ってくるからとか言っとけば、その間に掃除してくれるわけですよね。もうほんとね、楽なんですよ。
だから皆さん多分今ね、大掃除とか考えてると思うんですね。いや、めんどくさいじゃん、大掃除なんてさ。私ほら、普通にさ、住んでても排水口のさ、ね、キッチンのシンクとか嫌じゃない嫌じゃないとか言って。でさ、やっぱりさ、どうしてもさ、ね、完璧にできないところもあると思うんですけど、めんどくさい。そうなったらホテル泊まった方が楽なんですよね。で、毎日ホテルはめちゃくちゃ楽だし、で、結構ね、国によっては観光ビザだとしてもね、部屋を、賃貸を借りられるところもあるんですって。1ヶ月だけ貸してあげるよとか、そういうのもあるらしいんですよ。ただね、私はね、賃貸借りるのがめんどくさいなと思ってて、特にほら、海外だとさ、多分なんやかんや不備があると思うんですけど、そのためにさ、オーナーさんに連絡したりとか、あと多分ね、Wi-Fi とかさ、その光熱費とか、全部さ、別で契約しなくちゃいけないわけですよ、きっとね。めんどくさいじゃん。で、私ね、ほら、日本でそのうち出てきますけど、日本もさ、最初九州と、あと関西ね、全部で3ヶ月いたんですよ。で、私は結構初めて行ったんだけど、神戸は結構気に入ったんですけどね、初めて行って。でさ、マンスリーマンションとかさ、ウィークリーマンションも考えたんだけど、もうトータルね、めちゃくちゃね、コスパ悪いのよ。なんかさ、何も大したことしてくれないし、掃除も自分でやる割にはさ、最初になんか、事務手数料とかいろいろかかったり、出る時も退去費用とか、それでもかかったりとか、あと光熱費は別料金とか冬は言っててね、いやなんか意外とトータルで考えたらホテルの方が全然安いとか実際ね、あるんですよ。で、なんやかんやね、私はね、やっぱりホテルになって、何がいいってね、嫌だったらすぐに帰られるんですよね。とりあえず1泊泊まって嫌だったらもうやめりゃいいじゃん。で変な話ね、2、3泊連泊で取ってても、嫌だったら、たまにね、その言うと、全額返金してもらってね、キャンセルできることも結構あります。うん、私たまにやってます。うん、ちゃんとした正当な理由とかね。あとまあ言えばいいんですよ。とりあえず言うとね、結構ね、じゃあいいよとか。あと向こうもね、悪い口コミ書かれたくないから、じゃあキャンセルしてもらった方がいいなとか、そういうこともあるんですよ。って言ってね、結構ね、嫌だったらね、泊まってね、嫌だったらね、もう変えたりもできるし、私、チェックインして部屋見て嫌だったら変えることもありました。うん。これちょっと全然違うんだけどとか言って、本当に本当に。うん。で、全額返金してもらって、当日なのにね、してもらって、もうすぐその場で他のホテル予約したりとか、いくらでもあんで、観光地なんか特にホテルなんて。で、当日だって安くなってたりするわけですよ、これがまたね。うん。でね、やっぱりね、私もホテルがいいな。で、あとはサービスアパートメントかどっちかですかね。だからたまにほら、私も選択しなくちゃいけないので、1週間か10日に1回はさ、サービスアパートメントとか泊まってね、まあホテルみたいなもんなんだけど、一応キッチンとかさ、洗濯機がついてたりするわけですよ。まあだけど一応ホテルみたいなもんだからスタッフがいたりとかしますし、掃除もしてもらえるので、うん、ほんとその方が楽。楽ですよ。で、本当にね、家がないって本当に楽。で、ちょっとスピリチュアルな話とか開運の話になっちゃうけど、ファーストチャンネルっぽいね、さっきステーションみたいになっちゃうんですけど、まあ、11月20日からさ、完全に風の時代に移行するわけですよ。で、ここからもう全然価値観がガラッと変わるし、まあ、今回のサソリ座新月はその直前の新月ってことでね、まあ、スーパーすごいので、生まれ変わりのね、時期、大平洋の時期なんで、まあ、アンコールワットめちゃくちゃベストプレイスなんですよ。エネルギー的にサソリ座遺跡が開運スポットなんでね。で、まあそこの朝日のサンライズを私はオンラインサロン限定で配信しますけど、生配信しますけども。本当に私も本当いろんな情報があって、最初はマレーシア移住しようと思って移住ビザまで実は取ってたんですけど、なんでそれやめたかとか、そこでトラブルとか、裏の実態とかいろいろ分かったりしたことも全部もう、あらゆる情報をオンラインサロンでもう毎日のように投稿してね、すごいシェアしてるし、この東南アジアとか、あと今までいろんな国に海外行ってます、旅行行ってますので、そういうこととか、あとは海外在住の日本人の方にもね、サポーターとして入ってもらってるから、いろんなカナダとかアメリカとかね、メキシコとか、オーストラリアとかいろんな方たちがね、投稿してくれてて、現地、例えば日本米はいくらだよとか、私もいろんな国行っててね、同じダイソーなのにマレーシアとタイでダイソーの値段が違かったりとか、いろいろあるんですよ。で、グラフはね、東南アジアの中ではどこの国が一番安いかとかね、そういう話とかね、もう本当に、あとこの地域だったらここのホテルがおすすめだとかいろいろあるんですよ。だって毎日ホテル泊まってるんですから。で、いろんなとこ旅して、いろんなとこ泊まってみてるんで、面白いですよ。まあそういうのもね、本当 YouTube はちょっと無理っつうか、まだ2023年の3ヶ月分の動画すら全然アップできてないので、本当にちょっと大変すぎてね、編集超大変だし、多分もう何年後とかなっちゃうじゃん。全部やるとしたら。まあだから全てね、あとそのどうやって私が断捨離してどうやって脱出するまでの準備とかね、もういろんなことを裏の、まあ、医療保険とかいろいろあると思うんですけど、そういうの全部オンラインサロンで入ってます、話してますので、まあ、ぜひここ参加してもらえればね、皆さんの役に立つんじゃないかなと思います。で、本当に、このね、3連休でワンコーラットのね、朝日生配信します。で実は今日はね、ちょっとね、最初天気が悪そうだったの、天気予報で。つうので、ちょっと行ってないんで、
明日か明後日ですね。ちょっと、どっちか、ちょっと様子を見てね、行こうかと思ってますので、今日中に入ってくれれば間に合うと思います。すぐ審査も通しますから、不備がなければね。なので、ちょっと早く急いで、急いで、まあ、アーカイブは残しますけれども、で朝日っつってもね、カンボジアと時差があるから、私はめちゃくちゃ超早起きなんですよ。4時半集合とかなんでね。だけど皆さんはね、2時間遅いから、意外とそんな8時半とかに起きりゃ大丈夫だと思いますので、そんなに早くないと思います。私は眠すぎると思いますけども。でね、この1年ね、まだまだね、行きたいところあります。かなりね、東南アジア行ったかなと思うけど、で、もともとシンガポール2回行ってるしさ、で、バリ島も2回行ってて、バリも結構長く行ってたんですよ。1個は2週間とか行ってたりしてたんで、結構ね、あそこら辺は十分かなっていう感じがあったり、あとね、フィリピンとね、インドネシアも行きたいんだけど、だからやっぱりあそこら辺も地震のところが、地震の国なので、ちょっとね、心配だったりしてまして、どうしようかなっていう感じですね。あと本当に円安でちょっとお金に余裕があれば私は全然ヨーロッパとかね、アメリカとか他の国もオーストラリアとかも行きたいんですけども、そこら辺ちょっと様子を見ながらという形でね、まだまだいろいろ行きたいと思っております。はっきり言ってね、良かったというか、楽しいというかね、だから私の場合本当さ、少しリモートワークも途中から始めましたのでね、最初の半年は何もしてなかったんだけど、本当に、旅行だけだったんですけど、だからね、ちょっとね、朝ビュッフェ食べてさ、ちょっと朝ヨガやってさ、少し働いてすぐビーチ行ってさ、海泳いでさ、で、プール泳いでまた少し働いたらすぐプールとビーチ行ってさ、もうプールビーチ、プールビーチって感じだったり、あともうね、ちょっとの隙間時間に観光できるわけだから、全然観光しつつ働いてるぐらいなもんで、全然楽ですよ。私もそれで、ね、私もだからそこら辺はね、職種こだわらずじゃないけど、あといろいろ私も他にも個人でもやってますから、ぜひ皆さんも、これからいろいろ日本も大変になるので、一時的にでもね、避難した方がいいと私は思ってますので、そうだよ、結構そうやってね、なんか私だけじゃなくてスピーチ上げる人は結構言ってる人多いですけど、みんな実行に移さないんだよ、なぜか。なんでだろうね。なんでみんな日本にいるんだろうな。わかんないけど。助かる人は助かるとしても大変な思いすることがめんどくさくないかなって。だってすでにさ、この春ぐらいからさ、年がら年中大雨とか台風とか来てるわけじゃないですか、雷雨。異常なの皆さん分かってると思うんですよ。地震の頻度とかも。なんでまだいるのかちょっと私は分かんなくて、いろんな事情あると思いますけど、だってこっち別に普通ですからね。日本だけでそんなおかしな気象なの。本当に別に普通ですよ。何もそんなことないし、日常生活は普通の日常生活ですからこっちは。だからそういういちいちさ不安になることもないんですよ。不安定になることもないし、なんかいちいちさ備蓄とかしてさ、だから備えてるのめんどくさくないですか？なんか備えて、だって備えて私十分だと思えないし、なんかすでに東京都の新宿区がさ、なんか備蓄用のトイレとか食料全世帯に配ってるらしいんですけど、いや配ってもさ、もうそれを太刀打ちできるようなもっとすごいの来ると思うからね、来るとしたらとか来ると思うんだけど、どの道ね、今年来年には来ると思いますけど、だからそれさ、太刀打ちビクビクしながらできてるの大変じゃないかなと思ってね、いや出た方が早いけどって思うんですけど、全部終わってさ、もうボロボロになってると思うけど、復興ある程度してから帰るとかさ、その海外から助けられることもたくさんあると思うんでね、自分の安全地帯とかいたからって日本を守れないんだったらさ、まず自分自身を守らないとね、自分の健康と安全を守った上でじゃないといろいろできないと思うんですよね。ということで私は海外にいます。なんで皆さん結構海外に抵抗あるのかな。私はもう飛行機乗るのは新幹線レベルというかで大した気持ちじゃないので軽い感じなんですよ。で言語できなくたってこんだけアプリがあってね、こんだけスマホが充実してて、もう本当今の時代めちゃくちゃ便利なんで、ちょっと今度海外に出る前に絶対落とすべきスマホアプリっていうのをやりますけど、YouTube でもね。いち早い情報はオンラインサロンでやります。もう動画作るの大変なんでね。でそれを落としときゃもう世界中どこでも通用するよみたいな、こんだけアプリがあってね、本当に言葉の壁なんてないんで、全然 OK なんですよ。余裕。だから皆さんに足りないのは私は勇気だけだと思ってますね。勇気と、あと危機感と、あといろんなね事情があると思うんですけどね、事情によっては仕方ないかなって、もう自分が何かあったとしても日本にいた方がいいかなって思う方もいらっしゃると思うし、それぞれの選択なんですけど、出たいと思ってんだったら出た方がいいと思うな。全然生活できるからマジで本当。でもいろいろこれから世界大恐慌とかさ、いろいろドルも暴落するでしょうし、いろいろ起きるわけですよね。戦争も始まるんだしさ。その時にさ、なんかお金とか仕事とか言ってる場合じゃないよ。ないと思うので、いいじゃん、もうとりあえずさ、自分が生きることをまず考えた方がいいかなと思います。私はむしろさ、今後ほら地球がどうなるか分かんないからね、世界中。
今地球をね、楽しんで旅をしながら楽しんでいますし、ぜひ皆さんもね、やりたいことやりながら、海外にね、脱出したい方は、もうあらゆる面から大サポートしますから、徹底的にサポートしても絶対大丈夫なんで、来ていただければと思います。うん。そうで、まあ1年本当にね、旅してね、そう、まあね、でも本当に私はね、良かったなと思う。だってあれでさ、ずっと私も東京も実際飽きてたし、45年以上いたからね。うん、やっぱり楽しいよ。楽しいしさ、いろんなとこ、いろんなとこね、行ってみたいとこ行ってるわけだし、楽しいですし、やっぱり時間っていうのは有限だしね、時間が人生なので、先送りにしていいことなんかないですよ、本当に。だって来年どうなるか分かんないし、明日もどうなるか分かんないんですから、今やりたいことやんなきゃダメだと思います、私はね。と思って私は動いてますし、全然大したことじゃないからね。うん、で荷物さ、スーツケース2個だけで生活できます。本当、私1年間、この1年間スーツケース2個だけで生きてきましたので、大丈夫。大丈夫です、全然。で、重いのは、日本はさ、タクシー代高いけど、東南アジア、グラブめっちゃ安いんで、私、毎日ね、電車も使わず毎日グラブだったよ、マレーシア。クアラルンプールも電車あんのにさ、毎日グラブ使ってたからね、超安いからさ、で、150円ぐらいでどこまででも行ったりするからさ、だから全然ね、スーツケースも結局ホテルのスタッフの人とかグラブの方が運んでくれるからね、あんま運ばないで済むんですよ。重いけど。だからね、そんなね、私日本で腕をやられたなと思うんだけど、3ヶ月間。やっぱり公共交通機関を使うとさ、持ち上げたりさ、1回ずつね、ちょっとしたさ、段差とか、ね、電車乗る時とかも、それが相当腕がやられたと思うんだけど、あそこだって日本はタクシー代高いからさ、東南アジア安いんだから、全然余裕だよ。本当、重くても大丈夫。大丈夫です。うん。でも私ね、昔ヨーロッパ1ヶ月間一人旅した時も、結構私40キロぐらいで、いつもさ、石畳でさ、40キロも運ぶスーツケース。でもね、誰かしらね、どの国でもみんなが助けてくれましたね。電車の中でもみんなが支えてくれたりとか、あと普通に道歩いててもガタガタしながら運んでいくから、もういろんな人が助けてくれた。いろんな男性も助けてくれたし、で別に盗むとかじゃなくてね、いろんな人に助けていただきましてありがとうございました、ヨーロッパの方々も。だから大丈夫だよ。大丈夫だと思います。で重いから盗みようがないじゃん、あんまり。運ぶの大変だと思うしね。そうそう。まあ、とりあえずそんな感じで、多分ね、皆さん大事なのはね、度胸とコミュニケーション能力だけ。コミュニケーション能力というかね、言葉は通じなくてもコミュニケーションって伝わるので、笑顔だったりとかね、もうみんな誰見たってアジア人なんだからさ、まあたまに中国とか韓国人に間違えられる時ありますけど、こんにちはって言えばわかるわけだし、日本人だなって思えば別にさ、英語できなくたってそんな当然じゃん。そんなの余裕なんで大丈夫です。もう最悪アプリで何でもできるから大丈夫です。みんな別に英語できないから。英語母国語な国そんなにないんで別に。みんな英語そんな上手なわけでもないんで大丈夫です。まあ、そんな英語の練習もね、オンラインサロンでね、ご案内したりしてますから、もう練習すればね、簡単、こういうお話を全部英語で喋っていれば、そのうちね、なんとなく分かるようになってきて、お互い話せるができるようになりますので大丈夫です。なんで、とりあえずね、そこら辺ちょっと日本人が足りないところだと思う、度胸とかね。あと出張もそうだし、コミュニケーション能力ね。そこら辺は伝える力じゃないけど、私もともとアナウンサーでもあるしね。そういうのも全部オンラインサロンで、みんなでちゃんと、ね、意見をしっかり言うっていうのは海外ではとても大切ですのでね。維新伝心は日本だけですから、そんな、高度なね、テレパシー的なことをするのは日本人だけですので。とにかくね、楽しいですよ。まあそのうちどうなるかわかんないですけど、まだまだね、いろんなとこに行きたいと思ってますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ちょっと動画は相当先になると思うんで、私もちょっと大変すぎてもう疲れて嫌になっちゃって、誰がやってくんないかなとか。でも編集って結構センスというかね、BGM もセンスがあったりして、一緒に頼んでどれだけね、私の感覚に似てるものを作ってくれるかわかんないですけども、コピーロボット危ないね。クローンとか言ったらね。なんでまあ、でさ、今私、実際さ、トランクルーム、東京のトランクルームに2万円ぐらいが月。で、あとね、サマリポケットとかさ、あとクリーニング屋さんとかにもちょいちょいちょっと散らばって預けちゃってるところがあるんですけど、合わせてもね、2万ね、2、3000ぐらいなんですね。ちょっとそれ無駄だなと思ってるんだけど、毎月ね。それぐらいしかかかってないわけですよね。で、これもね、スマホ代がね、私スマホね、これ超いいのを後で教えますけども、月々1000円しかかかってないの、日本のスマホのね、キャリアのやつで。これでね、相当ね、世界中どこでもいける、かなりいいやつがありますので、ほとんどね、あんまかかってない。だって Wi-Fi だってフリー Wi-Fi ただでしょ。VPN とか絶対必要だしね。そんなにね、何かかかってるかっていうとね、そんなでもないんですよ。で、私は1日1食ぐらいしか食べないから、
まあファスティング16時間ファスティングしてるっていうのもありますしね、やっぱり体にいいのは1日1食ぐらいなんだよね、本当にね、医学的にもそうなんですけど、実際に朝ね、朝食ビュッフェとかしっかり食べると、それだけで全然十分なんですよ。まあ、たまにヘボい時はたまにもうちょっと食べたりするんですけど、だからね、お金あんまかかってないんだよね、本当。じゃあ朝食付きだったら別にさ、プラスアルファないし、朝食ない時に、なんか美味しいそのさ、有名な現地のさ、お店に行ったりするんですけど、だからね、そんなかかってないのよ。うん。でさ、特にさ、ビーチ沿いなんてやることないんだから、ビーチ見てるだけですよ。ビーチ見てさ、プール入ってただじゃん。太陽2個浴びてさ、ヤシの木の下でさ、ビーチでさ、ぷかぷかさ、浮いてるだけですから、全然お金かかんないんですよね。うん。でもすごい楽しいですし、毎日ね、晴れて、ピーカンでちょっと私は10ヶ月も東南アジアにいから本当に黒くなっちゃったんですけど、で、日焼け止めも塗ってないんでめんどくさいから毎日暑いしね、もう全く塗ってなくて、もう至れり尽くせり、もう至るところが黒とかなんかね、ブラウンとかね、あと白とかね、おかしなことになってんですよ。背中とかもぐちゃぐちゃだ。もう濡れないし背中なんてさ。うん、まあもういいやって気にせずね、どんどんなんか黒くなってますけども、まあ健康的です。皆さんそんな雨のたくさん大雨のところにいることもないんじゃないか、台風とかでないんで別に、何もないんで別にいつも晴れてますし、まあ雨季シーズンとかもありますけどね、まあ本当におすすめです。別にね、場所なんかどこでも移動すればいいし、風の時代はそういう時代なんで固定される時代ではないので、いや私だからね、今後も別に家を持ちたいかっつうと、まあ、世界情勢によるけど、どうだろうねって感じで、めんどくさいじゃん、なんか借りたり家賃とか、いや本当に固定されるのめんどくさいなって気がしてきちゃって、自由じゃないから。でさ、家賃がないからさ、家賃分ホテルに泊まってるだけなんで、ホテルの方が高くなっちゃう時もありますけど、その分だって全部サービスとかいろいろついてきてさ、ご飯もついてきてるわけじゃん。クリーニングもやってくれるしさ、ね、お部屋の掃除もしてくれるしさ、だから全然コスパいいんじゃないと思う。時間的にもだし、快適さとかも。でさ、いろいろホテルがあるんだから変えられるしね、嫌だったらさ、すごい便利ですよ。ほんと便利。で、国だってすぐさ、別に東南アジア同士だったら1時間ぐらいですぐ他の国行けちゃうんで、1時間、2時間とかで。少しさ、じゃあ午後とかじゃあそらっと他の国行っちゃえばいいですよ。余裕ですよ、そんなの。だから全然ね、いいですよ。おすすめです。特にね、東南アジアは人数が多いほどお得になりますので、家族の方とかだって全然安くありますしね。全然安くあります。みんなで割ったら超安いとか超ありますから。一人ね、本当にね、下手すると1000円、2000円でいけます。一泊。一人1000円とかなんか全然あると思う。2000円とかもあると思うし。それをさ、1ヶ月だったって大した金額じゃないじゃん。3万とか6万とかですよ。光熱費とか全部入ってますからね。一人で。まあ、10万あれば十分いけると思います。場所によっては高いとこあると思うけど。なんでまあ、ぜひ皆さん、参考にしていただいて、まあ私の YouTube も参考にしていただくのはもちろん、まあ本当に出し切れないんで全然、もう超事細かにあらゆる手取り足取り全部オンラインサロンでやってますので、そっちにね、入っていただければと思います。ということでね、まあまだまだ旅は続くと思いますので、まあ本当にね、できればね、1人よりもね、2人以上の方が本当コスパいいんで、2人以上だったら凄まじくね、相当安く抑えられると思いますので、1人だとまあそこそこかかります。2人分の費用払ってるのでね。だけどまあ2人とかね、2人以上だったら本当にコスパいいので、ぜひぜひおすすめです。ちょっともうバタバタ、ちょっとチェックアウト前でバタバタしてるんですけど、後から追加なんですけど、まあ、じゃあ一人旅してね、1年間、まあ寂しいかっつうとね、正直ね、全然寂しくないんです。つうのはね、もうこれだけオンラインが発展してるじゃん。で、私さ、毎日ね、オンラインの英会話交流会参加してるんですよ。でもうみんなほら仲いいから仲いいしさ、事情いろいろしてるからさ、毎日お話ししてて、最近はここはこうだとか言ったりとか、なんか日本はどうかとかさ、いろんな普通のお話をしてるわけですよ。毎日おしゃべりしてるので、全然寂しくないんですね。だからまあ本当にね、この時代だから全然 OK なんですよ。多分昔だったらさ、電話だって国際電話になっちゃうでしょうし、でも今私そのね、まあ、楽天モバイル使ってるので、日本への電話、国際電話タダなんですね。無料通話できちゃうんですよ。ちょっとこれ今度具体的に説明しますけどね、ご紹介しますけど、で、全然困らないわけ。で、今なんてビデオ電話とかもできるし、で、ズームでさ、もうタダでさ、世界中の方とお話できちゃうじゃん。で、私大体1日1回は参加してるのでね、まあ2日に1回は参加してるから、もう全然寂しくなくて、だから今の時代だからこそ、本当に、もうまさにね、旅をするのにベストなね、時代だと思います。
で、多分ね、中にはね、その病気でね、病院に通わなきゃいけないとか、ペットがいるとかいう方もいると思うんですけど、ペットは普通にね、船とか、ちょっとかわいそうだけど飛行機とかで乗ることはできるし、で病院もさ、世界中に一応病院はあるわけよ。治療はできるのね。でただお金が心配だと思うんですけど、日本の健康保険で最強だから、世界最強なんで、健康保険日本に入ってると、国民健康保険に入ってると、海外で病気になって治療しても2年以内だったらね、日本政府が7割返してくれるとかいう制度があるんですよ。ただね、これ実際使ってみたらこうだったとかいろいろあるので、このね、具体的な話はオンラインサロンの中で全部話すけれども、いろいろね、実はいろんな制度があって、だからね、最悪ね、海外で治療も、日本は最高なんだよ。治療の技術も最高だし、安さも最高だし、日本国籍ってだけで、この日本人のさ、日本の社会のさ、国民健康保険の享受を受けられる制度だけでもね、相当最強なのよ。日本のパスポートは世界最強なんで、マジで。そこら辺もね、ちょっと具体的に話しますんで、オンラインサロンね、ぜひ参加してください。もう、YouTube は時間がない。もう相当先になっちゃう。あと追加ですけどね、あとですね、そのうち、もう私がいろいろ言った東南アジアでも徹底比較とかね、マレーシア、タイ、ベトナム、カンボジア徹底比較とか、そういうのもやろうと思ってますし、この地域ベストワンホテルとか、あとダナンとかでもね、例えば海近四つ星評価9以上の徹底比較とか、いろいろやろうと思ってるんですよ。あと海の目の前ホテルとか、いろんなね、特集もやろうかなと思ってます。もう本当にこれさえあればすごい、もう全情報わかるぐらいのね、もちろん転職活動とか転職の実態とかそういうのもそうだし、ただ本当に先になっちゃうと思いますので、かなりね。なんで本当にタイムリーに、本当にもういち早くね、すぐに知りたい方はオンラインサロンでね、入っていただければと思います。もうこちらでもうね、あらゆることどんどん、私のすべての経験と知識とか、情報をすべて詰め込んでますので、私だけじゃなくて、他の海外在住の方々たちにもね、サポーターとして入っていただいてますので、ぜひね、オンラインサロンにね、参加してね、情報を得て、皆さんと一緒にね、協力し合ってね、仲間となってね、助け合っていきたいと思いますので、ぜひ参加していただければと思います。ということでね、この3連休はアンコールワットから生配信をします。それではまた。ということでね、まだまだ旅は続きますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それではまた。世界視野。世界中の日本人をつなげる世界最強日本人コミュニティ。海外移住や海外旅行、英会話や留学、ワーキングホリデー、ノマドにもおすすめ。日本脱出コミュニティ。Please join us.